オスマン帝国の最後を飾る英雄にして、その滅亡を早めた悲劇の人物。エンベルパシャの波乱に満ちた人生は、20世紀初頭の激動の時代を如実に反映しています。彼は1881年、イスタンブールで生まれ、軍人の家系に育ちました。幼少期から優秀な成績を収め、軍事学校でも頭角を現しました。当時のオスマン帝国は、長い歴史の中で最も困難な時期を迎えていました。バルカン半島や中東での領土喪失が相次ぎ、国内では腐敗した政治への不満が高まっていました。そんな中、エンベルは青年トルコ党と呼ばれる改革派組織に加わります。彼らは、オスマン帝国の近代化と立憲政治の確立を目指していました。1908年、青年トルコ党はクーデターを起こし、専制君主アブデュルハミト2世を退位させることに成功します。このクーデターで中心的な役割を果たしたエンベルは、一躍国民的英雄となりました。彼の名声は国境を越え、ヨーロッパでも若きトルコの英雄として称賛されるようになります。しかし、権力を手にしたエンベルは次第に独裁的な姿勢を強めていきます。1913年には再びクーデターを起こし、事実上の独裁者となりました。彼は陸軍大臣として軍を掌握し、対外政策にも強い影響力を持つようになります。第一次世界大戦が勃発すると、エンベルはドイツ側につくことを決断します。彼は、ドイツとの同盟によってオスマン帝国の威信を回復できると考えたのです。しかし、この決断が帝国に致命的な結果をもたらすことになります。戦争初期、エンベルは東部戦線でロシア軍と対峙しました。彼は厳冬の中、無謀な作戦を強行します。その結果、9万人もの兵士が投資や飢餓で命を落とす大惨事となりました。このサルカムシュの戦いでの敗北は、エンベルの軍事指導者としての評価を大きく下げることになります。戦況が悪化する中、エンベルはアルメニア人に対する大規模な弾圧政策を推進しました。これは後に、アルメニア人虐殺として国際的な非難を浴びることになります。彼の強硬な政策は、オスマン帝国の国際的孤立を深める一因となりました。第一次世界大戦でのドイツの敗北は、エンベルの運命も決定づけました。1918年、彼はイスタンブールを脱出し、亡命生活に入ります。しかし、野心的な彼は政治活動を諦めませんでした。彼は反イスラム主義や反トルコ主義の理想を掲げ、中央アジアでの影響力拡大を目指します。エンベルは、ソビエト政権下のトルキスタンで反乱軍を組織しました。彼は、イスラム教徒の団結によってソビエト政権を打倒できると考えたのです。しかし、この野心的な計画は失敗に終わります。1922年、タジキスタンでの戦闘中にエンベルは命を落としました。享年40歳でした。エンベルパシャの人生は、栄光と挫折の連続でした。彼は若くして国家の重要人物となり、オスマン帝国の命運を左右する立場に上り詰めました。しかし、その野心と独断的な政策が、結果的に帝国の崩壊を早めることになったのです。エンベルの生涯は、近代化の過程にあった国家が直面する困難を象徴しています。彼は西洋的な価値観と伝統的なイスラムの価値観の間で揺れ動き、結局はどちらの世界にも完全には適応できませんでした。彼の功罪は今日でも議論の的となっています。一部では愛国的な英雄として称賛される一方、多くの歴史家からは無謀な冒険主義者として批判されています。特に、アルメニア人虐殺への関与は、彼の評価を決定的に下げる要因となっています。エンベルパシャの生涯は、個人の野心と国家の運命が密接に結びついた稀有な例と言えるでしょう。彼の決断の一つ一つが、オスマン帝国の命運を左右し、ひいては中東地域の歴史的展開に大きな影響を与えました。彼の人生は、権力の魅力と危険性を如実に示しています。若くして絶大な権力を手にした彼は、その力を国家の発展のために使おうとしました。しかし、独裁的な手法と現実離れした野心が、結果的に国家と自身の破滅を招いたのです。エンベルパシャの生涯は、歴史に名を残す人物の光と影を鮮明に映し出しています。彼の功績と過ちを学ぶことで、私たちは権力の本質や国家指導者の責任について、深い洞察を得ることができるでしょう。